最近女系天皇を容認する人たちが増えていることに不安を感じています。一度ルール変更を起用してしまうと、その後も何十年かごとに細かいルール変更が起こりやすくなって、いずれ決闘にこだわらなくてもいい、国民は支持する人でいい、選挙で決めればいいという方向に進み、数世代のうちは天皇制度自体を維持することが難しくなってしまわないでしょうか。天皇制度を長期的に守るためには、男系継承という伝統は維持すべきと思うのでございますか。僕は女性天皇はあったとしても女系はどうかなと思ってるんですけど、そもそも一夫一夫制で家系を継ぐというのは不可能だよねっていうのは割と歴史を見てもそうなんですよね。大正までは一夫多妻制だったので、なので天皇が子供を産んで皇太子になって天皇になってなるんですけど、皇太子自体は正妻の子供ではなかったり妾の子供だったりっていうパターンで、その後即位して天皇になりましたっていうのがあって、なので女性一人男性一人の結婚で天皇制を維持するというのは基本無理だよねっていうのは、過去の王族の歴史とかでもそうなんですよね。ブルボン朝とかいろんな王族の歴史ってあると思うんですけど、で王族の歴史の場合だと男性系統で王様をずっとつなげようとする場合だと、妾とか第一夫人とか第二夫人とか第三夫人とかを作ってなんとか子供を多くするという構造にしないとダメなんですよ。ところが昭和になってから日本は一夫一夫制というのにしてしまったので、基本的にはもう天皇制というのは構造上維持は難しいよねという事態にはなってるんですよ。なのでこれをじゃあどうやって維持するかってなると、女性天皇っていうので一泊踏むっていうのもありなんですけど、多分最終的には側室を許すという形にするか、天皇制自体が天皇と呼ばれている民間人から成り上がった人たちを混ざるグループみたいな感じになってしまう可能性があるので、側室を認めるかどうかっていうのを割と僕はちゃんと決めた方がいいんじゃないかなって思ってるんですよね。皇族の女性と結婚して、例えばじゃあ僕が独身だとして女性の皇族と結婚して、その子供が皇太子になって僕が天皇の父親とかになったら嫌じゃないですか。皇族に対する信頼性とかなくなるじゃないですかっていうのがあるので、なので基本的にはもう民間人から言えるだとやっぱり国民の理解を得るのは難しいと思うんですよね。なのでそれよりは側室制の方がまだ国民の理解を得られるんじゃないかなという気が僕はするんですけど、でもう一つのやり方で家平庁のやり方っていうのがあって、一夫一夫制で数百年だから続いたっていう結構珍しい王族の継承の仕方があって、家平庁のやり方というのが一夫一夫制なんですけど、妾とか愛人が大量にいて子供が生まれたら結婚するっていうなので今のところ天皇制とか王族って結婚した後に子供作りの儀式をして子供が生まれなかったよねとかっていうので一喜一憂するんですけど、もうとりあえずご自由にやってくださいっていうのでご自由にやっていただいて、ご自由にやった結果子供が生まれたらはい結婚ってなるので、女性側の方も子供が生まれたら女王様になれるわけじゃないですか。だからすごい頑張って子供を産もうとするし、健康的な生活をするしっていうので、より子供が生まれやすいような状況っていう、要するに出来婚ですね。はい。出来婚で継承するっていう、こっちの方がまだ側室も作らないし、女系天皇でもないので、まだ世間の理解は得やすいのではないかなっていうので、皇太子、今筑波大学に行ってらっしゃるのかな、皇太子がそこら辺でいろんな女の子に手出して子供が生まれたらじゃあもうそれを皇族にしようみたいなっていうところだったらまだ成立可能かなって話です。はい。ここら辺のなので昭和平成令和の一夫一夫制が当たり前だよねっていう皇室制度に対しての理解の人にとってみると、やっぱり何かを変えないと続かないよねということになるので、側室にするか出来婚にするか民間人が入るかっていうこの3つのどれかになるんですよね。民間人が入るっていうのを今皇室改正でやろうとしてるんですけど、僕は民間人が入っちゃうと皇室の神秘性みたいなものが失われてしまうので、まだ側室とか出来婚の方がマシなんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、人それぞれなので何が正解かというふうなのではないんですけど、一応その民間じゃない旧宮家だって言ってる人いますけど、別に僕は死がどうこうという問題であって、どういう人生を歩んできたかということが民間か皇族かの違いだと思うんですよね。皇族って生まれた瞬間にはいあなた皇族ですってことで基本的人権の制限が加わるんですよ。投票の権利がありませんとか、選挙に出る権利がありませんとか、移動の自由がありませんとか、職業の選択の自由がありませんとか、表現の自由がありませんとかっていうのは生まれた時からずっと制限を加えられた中で生きたからこそなので、ありがとうございますって
っていう経緯が国民に生まれるんだと思うんですよ。普通の民間人と同じように酒飲んでタバコ吸ってやんちゃして、やっぱ俺天皇なるわって言って、だって俺の父親9家だもんみたいなので天皇なるわって言われても、いや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 っていうので国民の理解得られないと思うんですよね。旧宮家のどの血を継いでいるかというのではなく、今までの人生をどう歩んできたのかという話だと思うんですよ。なので仮にじゃあ旧宮家の血を継いでなかったとしても、生まれた時に天皇家が養子として0歳の子供を受け入れました。で、天皇家でずっともう皇族として育てますっていうのであれば、僕はまだそっちの方が納得させられる気がするんですよ。皇族としての生活しか知らないし、そこの権利が制限されている中でずっと生きてきたっていうことで、なので僕は血よりも生きてきた、その人が生きてきた歴史ということに重みを感じるのではないかなと思うので、なので旧宮家という言い方しますけど、僕はこれは旧宮家という人はみんな一般人と同じ生活をしているので民間人と呼びます。なので養子はちょっと難しいと思うんですよ。仮にね養子があるんだったら養子ありだとすると、ニューヨークに行かれた弁護士のなんだっけ、名前忘れちゃった、 ICU 卒業して三菱 UFJ に行った後皇族と結婚して、小室圭さん小室圭さんのお子さんを0歳の時点で天皇家が養子にした場合は、僕は結構国民は了承するんじゃないかと思うんですよね。小室さんの子供というのはではなく、養子の場合っても生物学的な親というのは一応権利的には切り離されるので、なのでお二人の子供というのがアメリカで生まれてアメリカ国籍を持っていながら、両親が日本人なので日本国籍を持っていて、それで天皇家の養子に入り、そこで天皇になり、初のアメリカ国籍の天皇っていう、僕このアメリカ国籍の天皇のネタ大好きなんだけど、アメリカ国籍の天皇出たらね、多分日本勝つよ。アメリカ国籍天皇ネタリハックでも言ったんだけど、アメリカ国籍の天皇になるじゃないですか。で、この後に日本が、じゃあ俺たちアメリカの属国になりますって言うんですよ。そうすると、日本人は、天皇はアメリカ人であり日本人なんだけど、で、日本人もみんなアメリカ人になります。アメリカの51週目の州になりますと。どうなるかっていうと、今そのアメリカって民主党の大統領候補と共和党の大統領候補がギリギリで戦ってるわけじゃないですか。なので、おのおの多分8000万票ぐらいかなでこう戦ってると思うんですけど、ここに第三勢力1億2000万人いる元日本人っていうアメリカ人が生まれるんですよ。元日本人っていうアメリカ人が、じゃあ俺たちの天皇を大統領にしようぜって言って投票すると、アメリカ国籍天皇が天皇兼アメリカ大統領になる可能性が非常に高いんですよ。だって日本人1億2000万人いるからね。アメリカってラテン系の民族とかアフリカンアメリカンと言われる黒人系の民族とかヨーロッパから来た白人系の民族っていうのが3つ人種的には分かれていて、ラテン系メキシコ系がだんだん増えていってっていうところでラテン系増えるんじゃないのってなってるけど、ここに一大勢力日本人っていうのがいて4つどもえになるんですよ。で4つどもえになると、多分アメリカのアジア系はアジア系だからって言って日本人のアメリカ国籍日本人天皇大統領候補を支援すると思うんですよ。っていうので、多分ね、このね1億2000万人がずっとねアメリカの大統領制度を牛耳りまくると思うんですよね。結果として日本アメリカ連合国というのがアメリカ合衆国というのに日本州っていうのがついたやつの大統領をずっと元日本国籍がやり続けて、一番最初は日本の天皇がなるっていう、この話結構僕いろんなとこで言ってて好きなんだけど、無理なのかな。面白くない？いつも面白いだけで言ってるんですけど、ここら辺のねめんどくさい方々はこういうの嫌がると思うんで本当すいません。はい。旧宮家を養子にする案が話題になってますが、エレクさんは博人より愛子派ですか？私は過去が可愛くてもいいと思いますが、博人ダメ派で愛子だと言ってる人は、もし博人と愛子が結婚してその子が天皇になったら何と反応するのか気になります。4はいとこ婚 OK なので、男の子に3人生まれれば天皇になる人は悪意を受ける。法律上は可能ですけど、皇室の人たちは基本的に人権がないので、いとこ同士で愛し合ってるから結婚したいですって言っても多分許さないんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。